皆さんこんにちは、ユンです。今日はお友達とグルキャンです。何度も来ている北小丸ティーランドさんに行きました。今回はまだ宿泊したことがない10番サイトでキャンプです。そして久々にネイチャーハイクのテントを持ってきました。長らくキャンプの動画を上げられずごめんなさい。キャンプ自体3週間ぶりになってしまいました。仕事関連でいろいろあったり、今は絶賛風邪をひいています。一旦話を戻して、実は冬キャンプでやりたいことがあるんですが、今日はその予行練習としてあるものを持ってきました。テントをネイチャーハイクにしたのにも意味があります。冬キャンプといえば〇〇ですよね。皆さん当ててみてください。とりあえず頑張って設営していきます。そういえばネイチャーハイク設営動画が今でも伸び続けていて、現在は視聴回数が4万回になっています。コメントで同じテントを購入しましたとか、メーカーの設営方法より分かりやすいとか、購入を検討中に動画を拝見し即購入しましたなど、本当に温かくて嬉しいコメントがたくさん届いて胸がいっぱいになりました。皆さん、こちらの物体が何かわかりますか？正解は電気カーペットです。冬キャンプはネイチャーハイクでおこもりがしたい、思い立ったら即行動。早速電気カーペットを買いました。去年も潜ろうとこたつを作り中に湯たんぽを入れたんですけど、全く温まれず、電気カーペットプラスこたつなら最強なんじゃと思い、キャンプ用に電気カーペットを購入しました。今日はカーペットのサイズ感がどんな感じか見たくてお試しに持ってきました。サイズ感はちょうどいいです。まだ全体的に紅葉はしてないけど、ところどころが染まりつつあって綺麗です。道中でお豆腐屋さんに行きました。豆腐屋さんのおからドーナツがすごく美味しいんです。ほのかな甘みでしっとりふわふわです。パサパサ感もなく食べやすいです。甘いドーナツが苦手な人でもこれなら美味しく食べられそう。テント内の設営が終わりました。今日はエアーベッドは置かないスタイル。広々してて最高です。テント前はこんな感じになりました。こっちもかなりシンプル。熊がいないか警備中。やべ。おっとビビるわ。ちょっとこれ新品。お茶入れるの下手すぎて怒られちゃいました。オリーブオイルとかじゃなくていいけどさ。全然大丈夫です。お友達がアクアパッツァを作ってくれました。海鮮がゴロゴロですごく美味しかったです。
リアル1時間。モリアでも料理を。イベントじゃなくて、自分家で。アクアパッツァってあまり食べたことなかったけど、めちゃくちゃ美味しくてハマりそうです。サンマのシーズンも終わりですね。最後に堪能したいと思います。食べてばかりじゃあれなので、そろそろ私も腕を振るおうと思います。ナスを使ったおつまみを作ります。ナスに切り込みを入れて、ベーコンとチーズを挟み、アルミホイルで包んで丸焼きにします。この切り込みはかなり深めにしないと大変なことになります。切り込みが浅くてベーコンがうまく挟めません。なんとか挟み終えました。軽く塩コショウを振りかけます。ありがとうございます。さっきのアクアパッツァの汁でパスタを作ってくれました。麺に汁がよく絡んで美味しい。麺がすすれないくらい濃厚です。私はキャンプでパスタを作ろうとすると、硬いか柔らかすぎるかの二択なので、こんなに美味しく作れる人は尊敬します。お友達が薪ストーブを購入したみたいです。シックなデザインでとてもかっこいい。薪ストーブで雪中キャンプにチャレンジしたいそうで、私も誘われたんですけど悩み中です。焚き火にナスを入れていきます。だいたい20分ぐらい放置で完成です。焚き火が楽しい季節はこういった放置してできる料理が楽で美味しいです。20分経ったので中を見てみましょう。うまい。でも初めて俺は食べれない。かなり美味しそうにとろけています。みんなから絶賛されるほど美味しくできました。醤油を少し垂らしたけど何もいらないくらい味がしっかりありました。
ナスもベーコンもチーズもトロトロで美味しくて、あと3本くらいは食べられそうでした。うん。前回作った玉ねぎの丸焼きとこのナスのおつまみはリピートしたいです。いいな。テントの中で使いたかったから。当時メディアやってた時、マントスミのストーブだけなんかガラスが曇らないみたいな書いてあって、本当かよ。汁もしっかり飲み干しました。ダメだね、なんかね。なくなりましたね。久々のストーブ。焚き火が遠かったので真横にストーブを置くだけでかなり暖かくて癒されました。ストーブの上でお湯も沸けるし、何かと便利ですよね。10月はバタバタで全然キャンプに行けなかったけど、11月はもうすでに2回キャンプに行く予定があります。どちらもグルキャンなのですが、みんなで寒いねと言いながらご飯を食べるのが好きなので、とても楽しみです。やっぱり寒いと温かいご飯が欲しくなりますよね。今日のメインはミルフィーユ鍋です。この時期は白菜が美味しくて大活躍してくれます。ミルフィーユ鍋は久々に作ったんですけど、鍋に敷き詰めて調味料入れるだけなので簡単ですね。豚肉が思ったより細長くて、これで合ってるのか不安になりました。お友達からもらったお鍋です。どんどん敷き詰めていきます。かなりぎゅうぎゅうに詰められました。蓋をして強火で沸騰させます。途中で管理人のお父さんがピザを焼いて持ってきてくださいました。すごく美味しそう。ここから弱火にして15分くらい煮込みます。白菜が柔らかくなれば食べ頃です。少しずつ気温も下がってきました。管理人さんからお餅と火鉢のサービスもいただきました。お腹が空いて白菜の匂いを浴びています。湯気でいい感じにお肌が保湿されました。ミルフィーユ鍋の完成です。そしてお友達が作ったグラタン。ミルフィーユ食べてるところは取り忘れました。グラタンは大好物なので至福です。私は次のキャンプで何を作るかをもう考えています。ビーフシチューとか良さそう。パンも添えたら最高ですよね。作るだけ作って、ルナちゃんにさつまいも食わしてたら、なんか、3倍ぐらい食ってる人いる。俺も原因なのかなと思う。凶悪な女がいるし、3倍食っちゃう。以前も紹介はしてるんですけど、安定に炊事場は綺麗でお湯も出て最高です。お手洗いもとても綺麗です。護衛みたいなやつよ。ワークマンで購入した X シェルター、寒さをしっかり遮断してくれて大活躍でした。
年の冬キャンプはおこもりスタイルを極めたいです。夕方までこもりながらぬくぬくして、日が落ちる前に焚き火を始めてしっぽりしたい。この計画は幸せすぎるぞ。皆さん一緒に冬キャンプ楽しみましょう。シャワー入ってきました。ドライヤーがあるので助かります。それから電気ヒーターもありました。この時期には嬉しいアイテム。湯冷めせずにゆっくり着替えができました。シャワー室も綺麗で、シャンプー系は備え付けがあります。最近乾燥で喉をやられてしまい、夜寝るのが辛いのでマスクをします。喉ヌール濡れマスク。効果は不明ですが、普通のマスクよりかは翌日の喉の状態がいい気がします。もう歯磨きしちゃったけど、のど飴舐めるか迷う。誘惑に負けました。これで準備満タンです。ストーブは消しておきましょう。それではおやすみなさい。おはようございます。先に寝具類は片付けておきます。キャンプの朝ルーティーンです。朝露でどこもかしくもびちょびちょです。昨夜から湿度が 90% くらいありました。濡れてることなど気にせずに朝ごはんを作ります。いつもお友達に甘えてしまうので、今日くらいは一品作ろうと思います。とは言っても完成されたロールキャベツを温めるだけです。ソースもロールキャベツ用のを買いました。ソースを上からかけて味を染み込ませます。ロールキャベツを煮込んでいる間は眠さもあって虚無な時間が流れていました。湿度は十分あったのに、喉の乾燥でなかなか寝つけず、夜中に何度も起きました。あまりにも眠れなさすぎて泣きそうになりました。これは大優勝すぎませんか？トロトロになったロールキャベツ、とっても美味しそうです。お友達が他のおかずを準備してくれました。朝からかなりワイルド飯です。冬は朝の澄んだ空気が大好きです。息を吸うと一瞬で肺が冷えるんですけど、その冷たさが心地よいです。誰よりも早く起きて一人焚き火するのが好きだけど、寝不足のせいで今朝は一番に起きれませんでした。大好きな納豆。私、納豆ご飯にお味噌汁かけて食べるのがすごく好きなんですよね。共感してくれる方いますか？チェックアウト1時間前なので、少しずつ撤収していきます。次のキャンプでもネイチャーハイクを使う予定なんですけど、チェックアウトの日が朝から雨で、ネイチャーハイクを濡れたまま回収したくない。何かいい方法ありませんかね？最悪天気いい日にタフトにかぶせて乾かすか。大きいテントは雨の時に大変ですよね。乾かせるスペースが自宅にあればいいけど。お友達たちはもう一泊するみたいです。私は予定があるので先にドローンします。寝不足ではあったけど、電気カーペットのおかげで体はずっと暖かくて快適でした。
今までいろいろな方法を試したけど、電気カーペットとストーブがあれば最強です。ウッドデッキなので底が汚れなくて最高です。初めは大変だったネイチャーハイクの撤収もある程度使うと慣れてきますね。冬だから基本虫は少ないけど、気温が暖かいとカメムシやハチが出ます。特にカメムシが大量で大変でした。ということで動画はいかがだったでしょうか。もしこの動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。それではまた次回お会いしましょう。またねー。